の渋皮煮を作ろうと思います。昨日きれいに洗って、冷蔵庫に入れてあった栗です。このまず硬い皮を取りたいと思いますので、たっぷりのお湯を沸かしてます。その中につけて、しばらく置きますけど、他に渋皮煮に必要なものは炭酸、重曹ですね。重曹、栗500ですので、今日小さじ1杯ほど準備してます。それとお砂糖をちょっと甘めにしようと思って、グラニュー糖 300g。あったら、ブランデーを用意したら、ちょっと美味しくなるかもしれません。それで、たっぷりのお湯を沸かしましたら、まず火を止めて、この中に栗を全部入れます。で、この入れた状態でこのお湯が冷めるまで、しばらくこのまま置いておいて、それから硬い皮を取り除きますので、まずお湯の中に漬け込みました。栗を洗って、沸騰した鍋の中に入れて火を止めて、2時間ほど放置しました。で、今、指を入れても熱くない程度に冷めてます。で、これを、この尖った方を皮を剥くんですけど、ここの尖った方に軽く刃を当てて、これから刃を当てて、これを剥くと割と簡単に、剥けます。怪我をしないようにこの硬い殻を外していきます。包丁の背に硬い皮を指で挟むようにして、まず鬼皮を硬い殻をこういうふうにして、全部剥いていきます。皮をてっぺんに引っ掛けて、ここに指で皮を引っ張るようにして包丁の背にで、皮を剥いたら、これに重曹を3分の1ほど、小さじ3分の1ほど入れて、これにでこれで
火にかけて10分ほど茹でます。10分経って、しっかり、アクが出てきてますけど、これを水を変えます。この時に注意するのが、そっと水を捨てながら、水を入れながら、常に水に栗が浸かっているように注意をしながら水を変えます。そして、今度これを渋皮を取ります。で渋皮は小さいたわし、専用のたわしを持ってるんですけど、これを使って皮を取ります。次の鍋をもう準備しておきます。そして、この渋皮を水の中でそーっとで、たわしで取れないところは指で取りながら、ちょっと水から出しましたけど、こういう独特の筋のところをしっかり取っていきます。で取り終えましたら次の水の張ってある鍋の中に入れるという作業をして、きれいに、渋皮の筋を取っていきます。渋皮のこういう筋になっているところをできるだけ、指で外したり、爪楊枝で外したりして、抜けます。でできるだけ水から離さないようにして優しく取ります。で鍋に、もう一度入れましたら、これにまたジュースを入れて
火にかけます。これをあと2回繰り返します。3回ほど水を変えながら炭酸を入れて煮ました。で、水をまた変えてますけども、それに、砂糖 300g ありますが、これをちょっと3分の1ほど入れて火にかけます。で、これをお砂糖を少しずつ入れながら柔らかくなるまで、煮ていきます。20分ほど煮ました。で、水が足りなくなってきたら水は付け加えて常に栗が中に入っているようにします。で、あまりぐらぐら炊くと栗が壊れてしまいますので、そのあたりは十分に注意して、ゆっくりと炊きます。で、今20分経ってある程度柔らかくなってますので、これ最後の3回目の砂糖ですが入れてしまいました。で、これで、あと5分から10分ほど炊いて火を止めて、そのまま一晩冷めるまで置いて味をなじませます。ブランデーは火を止めた時にブランデーは入れ込んで、一晩置きます。30分経ちました。で、爪楊枝がスッと入ります。自分の好みの柔らかさで、しかも渋皮が破れたら中の実がぐちゃぐちゃと出てきますので、それが出ない程度の好みの柔らかさに煮て、火を止めます。で、これに今日はブランデーを大さじ2、3杯入れます。で、落とし蓋をして身が空気にさらされないように入れ、紙蓋をして、このまま一昼夜置きます。一日置きます。